使うのはこれ。ボールを使って股関節をふにゃふにゃにほぐしていきます。1、2、ゴロン、3、ゴロン。おー、さっきよりね、かなり45度付近まで開くようになりました。門下生の皆さん、ようこそ、山内です。このチャンネルでは、私が長年研究開発した整体テクニック、手技を習熟度ごとに門下生のみんなに伝授していきます。今回は、アイテムを使った山内流セルフ整体です。使うのはこれ。ボールを使って股関節をふにゃふにゃにほぐしていきます。ボールならね、野球のボールでも柔らかいボール、そしてテニスボールなどね、何でもいいので代用してください。今回はですね、以前にご紹介して100万回以上再生された山内流の股関節ふにゃふにゃストレッチをボールを使いながら行っていきます。このストレッチはね、臀部の奥底にある梨状筋や大腿方形筋をほぐすストレッチでした。もちろんね、前回やったようにね、何も使わなくてもしっかり効果は出せます。ですが、ボールをたった一つ使うだけでね、より効果がアップするので、皆さんぜひお試しくださいね。それでは早速行っていくんですが、まずちょっと運動する前にね、今回狙っていく筋肉の動きをね、確認していきましょう。今回ね、狙っていく筋肉は、股関節のね、後ろ側、臀部の奥底にあるインナーマッスルですね。で、特に黄色のゴムで示している梨状筋、そしてこのね、赤色のゴムで示している大腿方形筋を狙って刺激していきます。これらの筋肉をね、しっかりほぐして、しっかり収縮できるようにすると、まずね、この股関節がしっかり安定して、ね、腰痛や姿勢の改善、そして全身のね、循環改善にもってこいです。そしてね、もう一つ、赤いゴムで示しているのはこれ何かっていうと、座骨神経です。実はね、この座骨神経っていうのは、このね、梨状筋の下をくぐっているんですね。この臀部のね、後ろの方の筋肉っていうのは、実は深層外旋肋筋って言って、ね、いろんな筋肉がね、いろんな角度で、ね、6本、こうやってインナーマッスルとしてね、走っています。なので、この筋肉が凝り固まってしまうと、このね、座骨神経をぐぐぐぐーってね、締め付けてしまって、お尻の痛さや、このね、太ももの後ろとか、ね、肩へのしびれなどが起こる。つまり、座骨神経痛が起こってしまいます。ですのでね、今日は、臀部のインナーである、このね、黄色の梨状筋、そして赤色の大腿方形筋をほぐすことによって、しっかり股関節を安定させて、そして股関節をふにゃふにゃにして、ね、あらゆる症状を解決していきましょう。そしてね、さらに今回のポイントとして、梨状筋だけを刺激するときは、股関節をね、こうやって少し内転、ちょっと閉じて運動をします。そして、大腿方形筋、この赤の方ですね、を刺激するときは、股関節をね、ちょっと開いて刺激します。なぜかっていうと、股関節をこうやってね、閉じると、これ大腿方形筋は緩むんですね。そして梨状筋がしっかり緊張します。なので、梨状筋だけをね、しっかりね、コントロール、運動効果をね、出すことができるんですね。逆に、こうやってね、股関節を開くと、これ、梨状筋は緩む。そして、大腿方形筋はしっかり張ってくるんですね。なので、股関節を軽く開いて運動を行うと、大腿方形筋だけに効果をね、働かせることができます。なのでね、その特性を利用して、一緒にね、運動していきますよ。ここでね、まず股関節がどれぐらい硬いかチェックをしていきましょう。まずちょっとね、コツパネルでね、説明していきます。そしてね、まずこうやってうつ伏せになっていただいて、膝関節をね、90度曲げます。で、この状態から足をね、外側にこうやって倒していきましょう。こんな感じですね。こうすると、何が検査できるかっていうと、こうやってね、横に走っている梨状筋と大腿方形筋。この筋肉がね、硬くて伸びないと、もうこれ、股関節がね、外に開かずに、足がね、この場で止まってしまいます。ですが、この筋肉がね、しっかり柔軟性があると、こうやってね、肩がね、45度ぐらいこうやって傾いてくれます。いいですか？それらを踏まえて、ちょっとチェックしていきましょう。ではね、実際に検査していきますよ。まずね、右足から膝90度曲げて、肩だけに横に倒していきましょう。
今日ちょっと僕右が硬いですね。これ従来は45度傾いてほしいんですけど、ちょっと20度ぐらいしかいかないですね。じゃあ反対、左足いきます。左はね、45度こうやってね、しっかり傾きます。じゃあ検査が終わったのでね、早速やっていくんですけど、今回はね、先ほども言った通りボールを使います。できればね、テニスボールぐらいの柔らかさのボールがベストです。それではね、早速行っていきますよ。まずはね、コツモデルを通して、このね、ボールの挟み方を説明していきます。私たちのね、このね、股関節のこの横側にはね、大天子っていうね、骨の出っ張りがあります。そして、この股関節のそのグリグリの後ろに、今回のね、梨状筋と大腿方形筋が走っています。ですので、大天子を確認したら、大天子の後ろ側にね、こうやってね、軽くボールを挟み込んでください。これ何がいいかっていうと、今からね、足をね、コロ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 転がして、股関節をふにゃふにゃにしていくんですけど、ここにね、ちょっとした視点があることによって、梨状筋と大腿方形筋の働きがね、よりね、正確になるんですね。でも、間違っても、こうやってグリグリ押し付けちゃダメですよ。押し付けると筋肉の働きが悪くなるので、大天子の下に軽く挟み込めば OK です。挟み込み方が分かりましたよね。それでは実際にね、説明していきますね。股関節のね、横側をこうやって触って、こうやって足をコロコロ転がしましょう。そうすると、ここでね、突起がグリグリ動くのが分かります。これが先ほど言った大天子っていう骨の突起です。ここにこうやって挟み込んであげてください。軽くそこにね、ボールがあれば OK です。それができたら、まずは梨状筋からね、刺激していきます。どうやっていくかっていうと、軽く内転しましょう。この状態で、右足全体をね、内ひねりします。こうすると、梨状筋がストレッチされます。で、力を抜くと、ゴロンって元に戻ります。これ、梨状筋が収縮したってことになります。つまり、ストレッチ、収縮、ストレッチ、収縮、ストレッチ、収縮。これが繰り返されるわけですね。それを、ボールをここに挟み込むことによって、その梨状筋のね、働く視点ができて、よりこれね、運動がしやすくなって、股関節がふにゃふにゃにほぐれます。これをね、10回連続でいきますよ。では、いきますよ。少し内転して、ボールはね、大天子の後ろ側。そして、ここから転がして、脱力。これを10回いきます。せーの。1、2、ゴロン。3、ゴロン。4、力を抜いてゴロン。5、ゴロン。6、脱力。7、脱力。8、脱力。9、脱力。10、はぁ、気持ちいい。もうね、これでほぐれたのだいぶわかりますね。今度は、ちょっとだけ外転って言って、股関節を外開きする。今度はこうすると、大腿方形筋が刺激されます。なので、この状態で内ひねりして、力を抜くとゴロンって転がります。これも10回いきましょう。では、いきますよ。1、ゴロン。2、脱力。3、脱力。4、脱力。5、脱力。6、ゴロン。7、ゴロン。8、ゴロン。9、ゴロン。10、はぁ、気持ちいい。これでね、もう一回みんな検査してみましょう。これでね、膝を90度屈曲して傾けます。おー、さっきよりね、かなり45度付近まで開くようになりました。こっちもね、かなりやってます。このストレッチのね、ポイントは一つ。これね、膝を伸ばしたまま転がしてください。膝が伸びてれば、寝てやってもいいし、この状態でもいいし、あと膝が伸びてれば、椅子に座ってやっても OK です。いいですね。いかがでしたでしょうか？今回のボールを使った運動で股関節がふにゃふにゃになったよっていう門下生のみんなは高評価、そしてコメントをどんどんください。それではまた次回